乱差だが、今よりずっと大きく見えたあの頃。朝の通学路には近所の小学生たちが列を作って歩く集団登校の風景を思い浮かべます。高学年になると下級生を安全に学校や自宅まで連れて行く役目があり、まだ歩くのが遅い1年生に合わせたり、列からはみ出さないよう声をかけたり、時には手をつないで歩いたり。今思えば子供ながらにちゃんと責任を持っていたのだと思います。下級生を家の近くまで送り届けると、さっきまで少しお兄さんらしく振る舞っていた私は、仲間だけになると急に気が緩みます。なあ、何か面白いことないかな。友達同士でふざけながら歩く中、友達が民家の玄関先を指さします。ピンポンダッシュやろ。今で言えば完全に迷惑な行為ですが、当時は悪いことだと分かっていながらもスリルに負けてしまうことがありました。代表の一人がそっと玄関に近づき、インターホンを押した瞬間、全員が一斉に走り出します。やばい、逃げろ。路地裏に駆け込み、家の人が迷惑そうに外へ出てくる姿を見ると、胸の奥に少しだけ後ろめたさも残りました。学校給食でも良いこと悪いことの思い出があります。給食は学校生活の中で楽しみの一つでした。ソフト麺、クジラの竜田揚げ、クリームシチュー、焼きそば、どれも懐かしいメニューですが、中でも揚げパンは子どもたちに大人気でした。休みの子がいると、女子たちはパンなど持ち帰れるものをその子の家まで届けてあげることもありました。一方で食いしん坊の男子たちは、休みの子の分まで食べられるかもしれないと内心ちょっと喜んでいました。給食の時間になると、男子たちはおかわりの列に並び、お腹いっぱいになるまで食べていました。ついつい欲張って牛乳や揚げパンまでおかわりしてしまいました。ところが調子に乗って取りすぎた結果、最後にはお腹がいっぱいでどうしても食べられなくなってしまうのです。でも当時は給食を残すことはなかなか許されませんでした。ましてや自分からおかわりしたものを残すなんて、とても言い出せる雰囲気ではありません。どうしようもなくなった私は、食べきれなかった揚げパンをそっと机の中に隠してしまいました。そしてそのまま忘れて数日後、机の奥から出てきた揚げパンはすっかりカビだらけに。先生にも友達にも言えず、一人で青ざめた昭和の給食あるあるでした。テスト前になると、いつになく必死に勉強した時期がありました。普段なら机に向かってもすぐに漫画を読んだりテレビを見たりしてしまうのに、その時だけは違いました。漢字も計算も何度もノートに書いて覚え、まるで自分でも驚くほど真面目に勉強していました。そして迎えたテスト。結果は見事にいい点数。テスト結果を母親に見せて大変褒めてもらいましたね。しかし勉強が好きになったからではありません。母親とある約束をしていたからです。今度のテストでいい点を取ったら、マジンガー Z も超合金を買ってあげる。当時の子供にとってマジンガー Z の超合金は憧れの宝物でした。自分のお小遣いで買えるものではなく、手に持った時の重み、ロケットパンチ、あのかっこいい姿、それが欲しくて欲しくて、ただその一心で勉強しました。答案用紙を見た時は、点数が嬉しいというより、これで超合金を買ってもらえるという気持ちの方が大きかったかもしれません。約束通り母親はマジンガー Z の超合金を買ってくれました。箱を開けた時の喜びは今でも忘れられません。勉強を頑張ったご褒美として手に入れた超合金は、まさに自分にとって特別な存在でした。ところが目的を達成してしまうと、また元の自分に戻ってしまいました。机に向かう時間は減り、宿題もそこそこ。テスト前になっても前ほど真剣には勉強しなくなりました。当然次のテストの結果はよくありません。悪い点数のテスト用紙は親に見せる勇気がありませんでした。そこでランドセルの奥にそっと隠しておきました。このまま黙っていればきっとバレない。子供ながらにそんな甘い考えを持っていたのです。しかしそんな隠し事が長く続くはずもありません。ある日、友達のお母さんが母親に、この前テストありましたよねと話したことで、
全てがバレてしまいました。ランドセルの中を確認され、隠していたテスト用紙が見つかった瞬間、もう言い逃れはできません。いい点を取った時は堂々と見せていたのに、悪い点は隠していたことを母親にしっかり怒られました。あの時は本当に気まずく恥ずかしい思いをしました。マジンガー Z の超合金が欲しくて猛勉強したあの日、そして目的を果たした途端に勉強を怠り、悪いテストをランドセルに隠したあの日。今思えばいかにも小学生らしい単純さと浅知恵でした。でもそんな失敗も含めて昭和の小学生時代の懐かしい思い出の一つです。5年生6年生くらいになると、なんとなく異性をお互いを意識するようになってきましたね。学校では照れくさくてあまり話さないのに、放課後になると不思議と会話する機会が増えていきました。学校帰りの公園などで特に何をするわけでもないのに、男子と女子が一緒に過ごす時間がありました。学校では話せないようなことも放課後になると少し話しやすくなります。クラスのこと、先生のこと、友達のこと、そしてやはり盛り上がるのは誰が誰を好きなのかという話でした。女子からあの子のこと好きなんじゃないと言われると、男子はすぐムキになって否定してましたね。本当は気になっているのに素直に認めることができませんでした。この頃は男子よりも女子の方がずっと大人びて見えました。話し方もしっかりしていて、人の気持ちにも敏感で、好きな子の話題になると女子の方が積極的でした。男子たちはからかわれると照れてしまい、何も言い返せず、ただ笑ってごまかすことも多かった気がします。一方で男子は本当に不器用でした。好きな女子に対して優しくすればいいのに、なぜか反対のことをしてしまいます。わざとちょっかいを出したり、からかったり、持ち物を隠すふりをしたり、本当は気を引きたいだけなのに、それをうまく表現できず、嫌がらせのような態度になってしまうのです。今思えばあれは好意の裏返しだったのかもしれません。けれどされた方からすれば迷惑だったはずです。当時の男子には好きな気持ちを素直に伝える勇気も、相手を思いやる余裕もまだありませんでした。今振り返ると恥ずかしくもあり懐かしくもある思い出です。あの頃の男子の不器用さ、女子の少し大人びた雰囲気、それもまた小学生時代ならではの淡い思い出だったのかもしれませんね。今振り返ると、小学生の頃にはいいことも悪いこともたくさんありました。友達と助け合ったこと、先生や親に褒められて嬉しかったこと、その一方で叱られたり、今思えば反省するようなこともありました。でもそんな出来事の一つ一つが少しずつ自分を成長させてくれたのかもしれません。あの頃は毎日が一生懸命で、失敗しても怒られてもまた次の日には友達と笑っていました。いいことも悪いことも含めて、昭和の小学生時代は忘れられない大切な思い出です。